皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、地獄のハイウェイを駆け抜けた AC/DC が、今は亡きボン・スコットの魂と共に世界的なバンドへと成長していく AC/DC 第3章を紹介していきます。久しぶりの歴史動画で AC/DC 第2章の動画を投稿してから1ヶ月も経ってしまい、楽しみにされていた方、申し訳ないです。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。1980年2月、地獄のハイウェイを駆け抜けようとしていた矢先、AC/DC の絶対的ボーカリスト、ボン・スコットが亡くなったことにより、バンドは窮地に立たされます。活動休止を考えるも、ボン・スコットは、バンドの継続を望んでいると判断し、バンドのフロントマンとなる新しいボーカリストを探すこととなります。ボン・スコットの歌声は、彼にしか出せない狂気的な雰囲気、飾らない、色気ある歌声が魅力的であり、AC/DC の音楽に欠かせない存在だったため、活動休止を考えてしまうのも無理はないですよね。精神的な辛さがあるにもかかわらず、ボンのために活動休止ではなく、継続を決意した彼らは、本当に素晴らしいと思います。その後、多くのボーカルオーディションを行い、最終的に、元ジョーディのボーカリスト、ブライアン・ジョンソンに決まります。新しいボーカリストのブライアン・ジョンソンなのですが、実は10年前からボン・スコットとは交流があり、1970年 ACD に加入する前のボンは、プログレッシブロックのバンド、フラタニティに在籍していました。1971年、イギリスツアーに参加した際、ジョーディの前座を務めることとなり、当時ジョーディのフロントマンはブライアン・ジョンソンが務めていました。その頃から2人は出会っていて、後に AC/DC のボーカリストとなるボン・スコットとブライアン・ジョンソンが一つのツアーにいたとなるとなんだか不思議ですし、運命を感じますよね。1980年4月、ボン・スコットの後任としてブライアン・ジョンソンを迎え入れた彼らは、バハマへ旅行した後、次のアルバムであるバック・イン・ブラックのレコーディングを開始します。5月末までにはレコーディングは完了し、アルバム制作期間はなんと6週間、驚きですよね。当時のことをブライアン・ジョンソンはこのように振り返っており、AC/DC に加入した時はバンドに馴染めずに苦労したよ。2、3日もしたら、俺がそんなに歌が上手くないってことがバレるんじゃないかって思っていたんだ。すごく怖かったよ。バンドに加入して2日後、マルコム・ヤングが俺のところに来て歌詞を書ける？って言ったんだよ。それで俺はやってみるよ。と言うと、彼はよろしく、と言ったんだ。俺はリフを聞いてただ書いただけなんだ。当時は車好きだったから、最初に書いたのは、彼女はめちゃくちゃ速いマシン、エンジンだって綺麗だぜ、という一行だった。バック・イン・ブラックに収録されている You Shock Me All Night Long の歌詞さ。そこから始まったんだ。それと、このモンスターアルバムを6週間で作ったというのは信じられない話だよ。予算が足りなかったから長くやる余裕がなかったんだ、と話しています。そして、1980年7月末、AC/DC を一躍有名にすることとなるモンスターアルバム、バック・イン・ブラックがリリースされます。バック・イン・ブラックというタイトルとジャケット写真は、ボン・スコットへの追悼の意味が込められています。本作、バック・イン・ブラックは、地獄の鐘で幕を開け、サタンが、お前を地獄に連れて行くぞ、という内容で、ボン・スコットへの追悼から始まり、そこからは、もういつもの、酒、金、女といった ACD 節炸裂のロックンロール全開な音楽が繰り広げられます。2曲目のシュートトゥースリルは、ブライアン・ジョンソン期の AC/DC の代表曲となる超名曲で、
AC/DC のボーカルは絶対にボン・スコットだと思う私ですが、ブライアンの雄たけびのような歌声は認めざる得ません。AC/DC のボーカルはただ歌が上手いだけじゃダメなんですよ。熱く歌い上げる魂のこもった叫び声が重要で、それをブライアンは完全に表現しているんですよね。野球のピッチャーで例えるなら、ボン・スコットは変化球も投げれるタイプなのですが、ブライアンはずっと全力投球の直球ストレートで、AC/DC のロックンロールなサウンドにかなり合っていると思うんですよ。なので、ボン・スコット期が大好きな私ですが、ブライアン・ジョンソン期も、これはこれでありと思わせてくれる素晴らしいボーカリストだと感じます。そして、本作は、ハードロック史上最高のアルバムだということだけでなく、マイケル・ジャクソンに次いで、世界で3番目に売れたアルバムとしても知られています。ポップなアーティストが売れるのはまだわかりますが、ハードロックという過激な音楽が世界で3番目に売れるなんて快挙でしかないですよね。世界で3番目に売れたアルバムを出しているのに、なんで日本は AC/DC を知っている人が少ないんだよって言いたくなりますよね。世界的快挙を成し遂げた彼らは、世界規模のツアーを成功させ、再びアルバム制作、レコーディングを開始します。再びモンスターアルバムをリリースすることができるのでしょうか。すべてのファンがそう思ったことでしょう。しかし、AC/DC が一番ノリに乗っている時期です。そう、彼らは再び巨大な大砲をぶちかましてくれるのです。1981年、新たな悪魔的ボーカリスト、ブライアン・ジョンソンを主体にして制作された初のアルバム、For Those About to Rock We Salute Youをリリース。邦題は、悪魔の招待状。アルバムタイトルは、古代ローマの剣闘士が由来となっていて、ジャケット写真である大砲なのですが、これは、新しい音の一つで、楽曲では、大砲の音を使っており、ライブでも、本物の大砲が使用されています。彼らが導入した音は、シンセでも、キーボードでもなく大砲だったのです。そりゃ、悪魔からも招待状が来ますよ。そんな本作、悪魔の招待状は、ボン・スコット期のロックンロールサウンドを彷彿とさせながらも、よりヘビでメタリックなサウンドへと変化を遂げており、ブライアン・ジョンソンの表現力ある熱い歌声に高い評価をしていたアンガスが、初めてブライアンの声を想定して曲作りを行ったアルバムでもあります。バック・イン・ブラックまでは、まだボン・スコットが歌っていた方が良かったよなと思えてしまうのですが、本作では、ブライアン・ジョンソンだから良いと思える内容で、悪魔をも声量だけで殺してしまいそうな突き抜ける叫び声は、大砲の音とすごくマッチしていて、新たな AC/DC の幕開けに、ふさわしい最高のアルバムとなっています。最初から最後までぶちかましまくりで、ACD を聞かずしてロックンロールは語れないぜ、いや、語らせないぜと言いたくなるような全ての AC/DC ファン、ロックンローラーの魂を奮い立たせてくれる最強のロックンロール、それが ACD なのです。バック・イン・ブラックに次ぎ、ACD 節炸裂のロックンロールアルバムをリリースした彼らは、世界トップバンドの一つとして地位を確立し、世界中のアリーナを満員にするほどのモンスターバンドへと上り詰めます。果たして、そのモンスターバンドは、さらなる進化を遂げるのか、それとも退化してしまうのか、続編はそちらについて紹介していきたいと思います。それでは、皆さん、良いメタルライフを。